セリムハワキョネイヌ理系の水品断りです。ドゥクストアナガリヒバトのイシャタホトナン。さっきから何語を喋ってるんですか？ああ、湿気。なんと私ひらがなを作っちゃいました。それがこちら。これまた奇妙な。このフォントを私が作成したんですよね。名前は異国ひらがなです。今回はこのフォント異国ひらがなを皆さんに無料でプレゼントします。概要欄からぜひダウンロードして使ってみてくださいね。で、今回はこの異国ひらがなに関しての簡単な使用例、そしてこの異国ひらがなの特徴、また私もこんな感じのものを作ってみたいという方に向けてひらがなを作る際の注意点を話していこうと思います。なんか盛りだくさんですね。ではこの異国ひらがなに関しての簡単な使用例です。例えばゲームとかに使えます。見てみましょう。おお、いい感じの雰囲気ですね。個人的には奇妙さとかホラーの演出で使えるのではないかなと思います。あとは漫画とかこんな感じで奇妙な仕上がりに、他にも今みたいに動画でも使えますね。ほいさみでなおとくさなはじなあかんの。その異国ひらがなで喋るのはやめてください。こんな感じで幅広い用途で使えます。ではこの異国ひらがなにはどういう特徴があるのでしょうか。まず私たちがよく使う50音を並べてみましょう。対応しているということですね。そう。なのでフォントを入れてる状態でなんか適当に文章を打ってくれれば異国ひらがなの文章の完成です。濁点、半濁点付きもあります。ちょうどこの行は濁点、半濁点ありです。また一般的に使われる捨て仮名にも対応しています。おお、めちゃくちゃいいですね。そうです。そして私はひらがなを作ったと言いました。もちろん全てのひらがなは私が作ったのですが、一つだけ意図的に既存のひらがなを再現しようとしたものがあります。どこの文字ですか？どれも見たことないですけど。それはこちら、にあたるものです。この文字は伊勢物語の古い写本にある変体仮名を参考にしました。もちろん完全に変体仮名に合わせきったわけではないですけどね。伊勢物語、なぜそれを？直感です。なんか良くないですか？一番初めのひらがなが伊勢物語を参考にされたって。結構単純な理由なんですね。めっちゃ単純です。まあ意図を言うとしたら、この変体仮名はユニコードのない変体仮名です。皆さんに知ってもらいたいなという意図はあります。そして他のひらがなですけど、これは一応考えて作ったものですが、作ってる最中に既存の変体仮名と被る字を作った後に変体仮名を見てみたり、他の特殊なひらがなを見るとめちゃくちゃ被り、また新しく考え直すということもありました。なので一応変体仮名とか知ってる限りのいろいろな仮名を見て被らないようには気をつけたんですが、いくつかは被ってしまっているかもしれません。想像つかないけど、そんなひらがなって多いのか。そうそう。なのでこれからひらがなを作る人に向けて作成するとき、私が意識した注意点をお話ししましょう。一つ目の注意点は今も言いましたが、既存のひらがなと被ってしまうことです。まあこれは被ってもいいよという方には関係ないですが、あんまり被りすぎると変体仮名を普段触れている人たちが読めてしまったり、余計な混乱を生んでしまったりするのではと思ったため、被らないように意識しました。逆にあえて被せてみるというのもいいかもしれませんけどね。確かに、あえて被せると新しいものが生まれるかもしれませんね。そして2つ目は文字の偏りです。ひらがなを作ろうと思った時、ひらがなっぽい字ってどのようなものを考えますか？なんか丸いのがあったりとかですか？そうですね。こんな風に丸くなることや、けやはなど左の部分、れやわなどの左の部分などなどが思いつくかなと思います。で、それだけを考えて実際に作ると、既存のひらがなよりもこういった部分がめちゃくちゃ多くなり、文字の形に偏りができてしまうんです。偏ってますね。こうなるとなんか似たものばかりじゃねえかってなります。そのためだいたいどのようなパターン、数があるのかを大まかでいいので把握しておきましょう。例えばすやぬやるみたいな丸を含むものは
13文字ぐらいありますね。ひらがなが全部で48文字だとしたら、だいたい3割ぐらいか。あと、類似した字についても話します。ぬとめ、さとき、ろとるなど、似てる字というのがいくつかあります。あまりにも似たものが多すぎたり、逆に少なすぎたりすると、もしかしたらひらがなっぽさがなくなるかも。まあ、ここはちょっと意識するぐらいで良いと思います。それでは3つ目。それは画数と字の複雑さです。これは結構重要です。ひらがなの画数では、例えば、ひらがなを今表示しているものに限るとします。画数はあくまでも目安ですので、個々の書き方によっても多少画数が変わることは注意してください。これを見ると、ひらがなは全部で48文字あります。ひらがな48文字を画数ごとに分類したとき、1画、2画、3画、4画、5画の中で一番多いのはどれだと思いますか？考えたこともなかったですが、なんか三角ぐらいが一番多そうな感じしますけど。それぐらいっぽいよね。では数えてみると、1画は13文字、2画は17文字、3画は13文字、4画は5文字、5画は0文字です。2画が一番多いんですね。そうなんです。そして5画のひらがなはなく、4画は5文字と少ないです。逆に、1画のひらがなは13文字もあります。なので、例えば、4画が異常に多くなったり、逆に2画が少なかったりすると、バランスが悪くなりそうだなぁ、と思いながら作成しておりました。とはいえ、きっちりこの文字数にしなければならないのかというとそうではありません。多少は前後しても大丈夫な気がします。異国ひらがなでは、2画がだいたい多くなるように、と思って作った結果、2画を意識しすぎたので、2画が普通のひらがなより多くなってしまったけど、ある程度は整うようにしました。まあ、こういったところも、作るときには頭に入れておいた方がいいかもしれません。そして、複雑さ。複雑さですか。画数よりこっちの方が大事かもしれません。これは、次のような例を見せると分かりやすいです。例えば一画のひらがなで、つとえがあります。複雑さが全く違いますね。文字それぞれの複雑さも、頭に入れておかないと、複雑なものばかり作ってしまう、ということになりかねません。私は結構複雑なものばかり作ってしまう傾向があったので、意図的に複雑じゃないものを作るよう心がけました。とは言っても、全体的に見ると、まだひらがなよりも複雑な感じがするけどね。もうちょっと簡単にしてもよかったかも。と、今になったら思います。そして最後、4つ目。これは、ひらがなの感覚を大切にすること。今、字の複雑さとか、画数とか、いろいろ言ったけど、最終的にはひらがなっぽい文字を作ることができたらいいわけです。こう入れたらひらがなっぽくなるなぁ、という感覚を忘れて、字の複雑さとか、画数とかに縛り付けられるのはあまり良くないかなと思います。字の複雑さとか、画数とかは参考程度に。大切なのは、全体を見てひらがなっぽいと感じられるかどうかということです。とは言っても、作っていくとゲシュタルト崩壊が起こってきますので、もし、作りすぎてわからなくなった時は、人に見てもらうのもいいかもしれませんね。ってな感じで私が意識した注意点は以上です。なるほど。そうやって異国ひらがなは作られたんですね。そうです。そうそう。おまけとして、なんと、漢字もちょっとだけ変えています。この漢字たちです。なぜこの漢字、11文字にしたんですか？それは、この10文字は最もよく使われる漢字の1位から10位なんだよね。そして、何に関しては、サムネでも使っている通り、何って結構使えるなと思ったから追加しました。ちなみに漢字を変えたと言いましたが、実はこれ、ある程度は漢字の異体字で、それをそのまま使ってるんですよね。わかる人にはわかる漢字たちだと思うけど、なので、ひらがなみたいに工夫し考え出したものではないです。漢字の異体字を使った理由は、漢字大好きな友達が、ひらがな作るんやったら漢字入れてや、と言ってたからです。話し合って、異体字入れちゃおう、ってなりました。そういえば、漢字、ひらがなとあるなら、カタカナは対応してないんですか？カタカナね。これはまた次回のお楽しみということで、今回は追加しておりません。反響があれば作ろうと思います。というか下書きはある程度できつつありますが。ぜひ、カタカナも作ってほしいですね。もしカタカナバージョンを作った時は、使える漢字の数も増やしていると思います。
カタカナを作るときは月の漢字とかを加えたいです。漢字たちは次回に期待ですね。まあこうやって異国ひらがなを紹介できたところで、ここで問題。前回の問題はこれでしたが、今日の問題はこれです。高評価してくれるとカタカナを作る私のモチベーションが上がっていきます。ご視聴ありがとうございました。